の滋養食サムゲタンをホットクックで作ります。皆さんこんにちは、みすずです。今日もほっこりおうちご飯を見てくださってありがとうございます。今日はホットクック公式レシピにもあるサムゲタンを作ります。サムゲタンは韓国の薬膳料理の一種で、丸鶏と高麗人参を水だけで煮込んでいくスープ料理。味付けもせずに煮込みます。我が家では高麗人参が手に入らないので、高麗人参なしでいつも作っています。ホットクック購入以来一番よく作っているのがこちらの料理なんです。今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。では早速作っていきましょう。レシピはブログに書いてます。概要欄リンクからどうぞ。また目次もご用意してます。気になるところだけでもご覧ください。多言語字幕もつけてます。材料です。丸鶏 1.8kg、イオンで売られているものを使っています。鶏肉は丸ごと煮込んで骨と身からお出汁をしっかり引き出すことで味わい深くなります。丸鶏が手に入らない場合は手羽元や手羽先など骨付き肉で代用できますよ。もち米は洗って30分水に浸しておきます。画面左から松の実、ナツメ、クコの実、これらもイオンで買っています。ナツメはふわふわっとした食感の甘いドライフルーツ。鉄分、カルシウムなどが含まれます。そのまま食べても美味しいですよ。クコの実も甘いドライフルーツです。ビタミン、ミネラルが豊富。玉ねぎ、ネギ、ニンニク、生姜と昆布。玉ねぎとネギはどちらか片方だけでもいいです。玉ねぎが入るとスープが黄色くなって少し濃い風味になるので、私は好きで加えています。これらすべてみじん切りにします。では作り方です。まずは丸鶏の下処理から。ぼん尻と手羽先の先っぽを切り落とします。ぼん尻は尾の付け根の三角形の部分。脂が多いのでこれは煮込みには使いません。また形を整えるため手羽先の先の部分を切り落とします。この部分は一緒に煮込んで出汁を取ります。あとは首側と尾側それぞれ鶏皮で閉じたいので、皮と身の間にある白い油の塊を剥がし取ります。手で引っ張って取ってもいいですし、取れない場合は包丁で切り取ります。こんな感じですね。このように鶏皮をこう手繰り寄せて閉じたいので、閉じられる余裕ができればいいです。お腹の中をきれいにしましょう。油の塊や内臓、血合いなどを取り除きます。中を洗いましょう。水洗いしたら取り出して、厚手のキッチンペーパーなどで水気をしっかり、お腹の中もきれいに拭き取ります。竹串を2本用意します。まずは首側を閉じましょう。鶏皮を手繰り寄せてこう並縫いのように竹串を交互に刺していきます。この作業は爪楊枝を使用すると折れてしまうことが多いので、竹串の方が使いやすいですよ。今閉じた側の反対、尾の方から詰め物をします。まずは水気を切ったもち米を半量加えます。ナツメとクコの実もそれぞれ少し残して加えます。ニンニク、生姜も少し残して加えていきます。お腹の中とスープと両方に味をつけるために分けて入れます。残りのもち米を全部詰めましょう。ではこちら側も閉じます。鶏皮を手繰り寄せて、先ほどと同じ要領で竹串で並縫いをして閉じます。これで準備が整いました。今回はこのまま煮込んでいきますが、形をきれいに整えたい場合、このように両足を縛ってもいいですよ。タコ糸でぐるぐるっと縛ってください。ホットクックの内鍋に入れます。サムゲタンは 2.4 リットルのホットクックでのみ作れるメニューになります。先ほどまで使用していた作業台や鶏肉を洗った流し台は消毒液で消毒しておきましょう。さて、ではホットクックに残りの材料を入れます。昆布はあれば加えてください。適当にちぎって入れます。クコの実とナツメ、
玉ねぎとネギ、先ほど切り取った手羽先の先の部分も詰めます。松の実、水は鶏肉がかぶるぐらいの量を注ぎ入れます。鶏の大きさによって水位マックスの線を超える場合は内鍋の上から4センチのところまで水を入れます。 1.8 キロの丸鶏だとかぶるぐらいの水は入れられないのでこんな感じになります。カテゴリーで探す。スープ、サムゲタン、スタートボタンを押します。1時間50分のコースです。さて調理が完了しました。美味しそうですね。良い香りがしてます。煮汁から飛び出た部分のお肉が少し赤いので、私はいつもここで鶏肉を適当に切ってもう一度加熱しています。この上の方の赤い部分がちょっと気になるので少し切りにくいですが、中央にナイフを入れ両側に開きます。ぎゅっと開いて蓋をします。決定ボタンを押すと追加加熱ができます。30分にセットしてスタート。さて30分経ちました。止まってからさらに30分ほど置いて冷ましています。美味しそうですね。玉ねぎを入れているのでスープが少し黄色くなります。これ出来たても美味しいですが、ニンニク、生姜それぞれの風味が結構しっかり感じるので少し癖を感じるかもしれません。翌日以降になると全体味が馴染んでまろやかになりますよ。なので私は翌日食べるのが好きなんです。さて最後にホットクックを使わない作り方をご紹介します。土鍋など大きい厚手の鍋を使う場合、火にかけ沸騰後1時間ほど弱火で煮込みます。丸鶏ではなく手羽元を使って煮込む場合は30分程度煮込んでください。また圧力鍋を使う場合、加圧時間は30分程度です。お使いの圧力鍋によって調節してください。我が家のゼロ圧力鍋、こちらスリム L というサイズなのですが、ここには 1.8 キロの丸鶏は入らなかったです。大きい圧力鍋をお持ちの方はお試しください。器に盛りましょう。サムゲタンは味付けせずに煮込むので食べる時に各自お塩を加えます。またキムチや一味唐辛子など追加しても美味しいですよ。お好みでネギを添えます。ほんとこれ温まるんですよ。体がポカポカとしてゆったりとした気分になれます。寒い日はもちろん暑い日にも食べて発汗することによって体温が下がるのでおすすめの料理になります。残ったサムゲタンは保存容器に入れて冷めたら冷蔵保存。食べる時に水を足して加熱しています。この水の量はお好みでどうぞ。温まったら出来上がりです。翌日はこのように夏目と具好みは煮崩れてちょっとどこにあるのかわからないような感じにはなってしまいます。ですがニンニクと生姜の風味が作った当日よりも際立っておらず、全体的にまろやか。翌日のサムゲタンとっても食べやすいですよ。高麗人参は加えていませんが、それでもポカポカと体が温まって体の中からほっとリラックスできるようなそんなお料理です。皆様ぜひお試しください。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はホットクックで作るサムゲタンをご紹介しました。とてもお気に入りのメニューなのでぜひ皆さんにも試していただきたいです。栄養たっぷりで美味しいサムゲタンが自宅で手軽に楽しめるのは嬉しいですね。参考になったよという方は高評価、またチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピはブログにも書いてますので概要欄にリンク貼っておきます。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。今日も見てくださりありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログに書いてます。概要欄リンクからどうぞ。Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。